ゆるパパのほびちゃん。はい、ゆるいパパです。今回ですね、書店を紹介します。軍事戦書堂っていうお店がですね、大井町にあるんですが、外からですね、そういう店があるなっていうのがですね、分かってたんですけど、ちょっと今まで敬遠してたんですね。今回ですね、久しぶりに大井町に行って、勇気を出して、そちらのお店に入ってみることにしました。場所がですね、大井町駅出てですね、キリアン、ヤマダ電機があります、キリアンのビルですね、その間の奥にあるんですね。はい、こっちですね。はい、正面にですね、三菱鉛筆の本社がありますね。その三菱鉛筆の手前にですね、そのベージュの、建物があるんですが、下川ビルってですね、そちらの4階でしたかね。4階 ?6 階ですか。6階ですね。軍事戦書堂っていう看板が出てるんですけど、これ看板だけ見るとですね、ちょっと怖くて入れないんですよね。ちょっと気になるんですけど、すごく気になるんですけどですね。で、今回勇気を出して入ってみました。こちらのビルですね。左側の入り口から入って階段を少し上がるとエレベーターがあります。で、エレベーターで6階まで上がると、戦書堂さんの、軍事戦書堂さんですね、の、入り口になっています。営業時間だったんでですね、そのまま入ることができました。はい、軍事戦書堂さんですね、お店の方と話しました。店長さんですね。で、一応カメラとか動画、NG ということでですね、別にお店の宣伝するのは構わないということなんでですね、そちらは大丈夫ですよということでですね、なのでお店の店長さんと話した内容とですね、私がお店で感じたものですね、見て感じたことをですね、ちょっと簡単に説明していきたいと思います。で、実際に軍事戦書堂さんで購入したものはこちらになります。これだけですね、ボトムズですね。これが3000円ぐらいしましたかね、3000円とちょっとぐらいしました。本屋さんなんですね。基本的に、新品を扱う本屋さんです。軍事戦書堂さんってですね、お店の紙で書いた看板でですね、あれ見てですね、私は古本屋かなという勝手にイメージしてたんですけど、そうじゃないんですね。古本屋ではないです。新品の本を扱っている本屋さんです。で、お店の中にですね、ほとんど軍事関係の本で、半分ぐらいは資料ですかね、写真を扱ったような資料です。中にはですね、洋書ですね、輸入してきた本ですね、写真資料の本ですね。そんな3000とか4000ぐらいするものですかね。そんな感じの本が、結構ありました。ですね。その中にこういうのがあります。一部ですよ、ほんの一部。で、店長さんの話によるとですね、要はホビージャパン、お店の本がですね、ホビージャパンの本を扱っている関係でですね、こういうものも入ってくるってですね、こういう商品がですね、ですね。だからですね、全く模型が関係ないわけではないんですね。プラモデル、これはちょっと作るプラモデルなんですけど、本に付録とついているものですけどね。たまにありますよね。だからその本とセットになっているこういう戦闘機があったりとかですね。そういうのがちょっと置いてあります。ちょっとですよ。たくさんっていう感じじゃないんですけどね。ありました。あとですね、模型関係の本があります。えーほうん、そうですね。
軍人関係と関係ない本が置いてあるといえば、ちょっと模型関係があるっていうですね、模型の、まあ、それこそホビージャパンの本があったりとかですね。なのでですね、まあ、モデラーさんはちょっとチェックした方がいいお店ですよね。写真とかの軍人関係、ミリタリー関係のですね、写真としての資料っていう資料の本がたくさんありますしですね。で、まあ、模型関係の本もあるんでですね、ちょっと侮れないって言いますかね。ちょっと初めて行ったんですけど、まあ、大井町というと山田電機、まあ、模型を売ってるっていうと山田電機ですけどね、模型関係の本をってそんな扱ってるお店ないですからね。ちょっといいなと思いました。で、まあ、だから模型関係の模型本、まあ、実際に、まあ、これは購入したもんじゃないですよ。こういう本ですね。こういう本がたくさんあります。で、洋書ですね。洋書、輸入した本ですね。これはまあ全然ちょっと軍事関係とは違うんですけど、こういう写真集ですね。これ写真集じゃないですけどね。まあ、これは画集ですけど、要は輸入した、写真資料ですね、軍事歴史資料って言いますかね、そういう本がですね、お店の中ですね、4分の1ぐらいありましたね。まあ、お店はですね、まあ、ちょっとした小さい本屋さんです。で、店内にですね、まあ、本棚がこの字に、まあ、こっち窓ですね。で、島が棚の島が2つあります。でこの1つの島に棚が2つか3つぐらいですかね、それぐらいあったかと思います。ちょっとはっきり覚えてないんですけど、ですね。まあそんなに広くはないです。ただまあ広くないんですけど、まあみんなまあこうちょっとですね、まあびっしり本が詰まってるんでですね、軍事関係の本が詰まってるんですね。そんな本屋さんってなかなかないですよね。ちょっとですね、ちょっと興味ある方は、行って見られたらいいと思いますよ。あと、模型が好きな人もですね、全然、模型の本がありますから、あるんでですね、おすすめです。はい、まあそうですね、はい、軍事戦書堂さんですね。はい、大井町ですね。大井町駅はですね、私仕事関係でですね、大井町駅を経由してですね、こう利用してたんですよね。結構大井町駅はですね。ただですね、このお店はですね、ちょっと看板を気になってたんですけどね、ちょっと仕事のこの営業時間と、私のなんですかね、勤務時間がですね、うまく仕事終わっていくとかですね、そう、仕事終わっていくっていう時間帯に空いてなかったんでですね、ちょっと行けなかったんですけどね。まあ、あとちょっと入りづらいっていうようなところも、まあ、あってですね。ですね。ちょっとまあ今回、ちょっと久しぶりに大井町に行ったんでですね、入ってみました。はい。軍事戦書堂さん、まあ、おすすめですよ。だから、ですね。でですね、調べるとですね、ネットで調べるとですね、要はでも大戦略、ゲームの大戦略っていうゲームありましたよね。そのですね、関係しているお店みたいですね。で、攻略本とかも扱ってるみたいです。まあ、ネットではその扱ってるみたいでしたね。実際にお店ではちょっと気づかなかったんですけどね、お店で見た感じではですね。はい。
はい、以上です。軍事戦争動産は以上です。あとですね、ちょっと、大井町周辺ブラブラ歩いてですね、買い物したんですね。そちらの方を見てください。大井町といえば、山田電機ですね。山田電機、やっぱり、プラモデルっていうと、山田電機になっちゃいますかね。大井町でですね。品揃えが比較的多い方ですかね。うん。山田電機、大きい山田電機です。で、おもちゃのコーナーですね、広いです。で、模型もですね、そこそこあります。いろんな種類ですね。うん。あと、工具もありますね。買ったのが、えーっと、30ミニッツですね。こちら、ちょっと気になってたんで購入しました。あと、シャーザクですね。シャーザクも、こちらも方ですね。腰が動くシャーザクですね。比較的新しい、234ですね。234の、シャーザクです。これ、ヤマダ電機2つ。久しぶりにヤマダ電機ですね、で購入しました。あとですね、模型とは関係ないんですけど、イトーヨーカドーですね。イトーヨーカドーの中にですね、100円ショップ、ダイソーがあります。ダイソーでですね、ワイヤー関係を購入しました。アルミワイヤーとかですね、いろいろと。改造用の部品とかですね、改造用に使うような小物ですね、などは、やっぱり100円ショップで購入しますね。ダイソー、大井町の、イトーヨーカドーの中にあるダイソーがですね、比較的大きいんでですね、ちょっとアルミ関係の種類も結構豊富にあります。それで購入しました。